ビザを取りに行くときはちゃんと長ズボン履きなさいって。Por que eu estou a fazer filmagem? Now I'm talking about. Yes. Okay, wait a minute. 証明写真を撮りに来ました。面白いスタイルや。大丈夫もう何でもええわ。2023年7月5日午前9時です。現在地はギニアの首都コナクリ。証明写真を撮るために珍しく白 T シャツを着てみたら、これ綺麗な白 T シャツやと思って着たらめっちゃ汚いやん。どういうこと？すごいな。お前目に見えへん赤い砂ぼこりが待ってるやん。着替えただけで一瞬で汚れてしまいました。さて今回の内容は、そんな砂ぼこりが充満する超カオスな街ギニアの首都コナクリの映像と、コートジボワールビザの取り方についてです。アフリカの首都って感じですよね。まさにカオス。いやー、寄ってこんといてほしいな、こっちには。次の瞬間、なんということでしょう。車がゆっくりと当たり、よろめく自転車。後ろのオートバイに心配されるほどの危険運転です。ということで、これからギニアの首都コナクリに入ります。中心部まで片道およそ 40km、大陸から突き出た細長い半島の一本道をひたすら走り、自転車でこの距離を往復すればそれだけで7時間ほどかかります。しかしコナクリの宿代は最安でも4000円なので、できれば日帰りで済ませたいところ。全てはビザが即日で発行されるかどうか。そのためにもできる限り早い到着を目指し、4時間ノンストップでサイクリングしていきます。結構長いな、この道。あと15キロぐらいあるんちゃうかな。さあ、本当に先端の埋め立てて作られたっていう島が先端にくっついてるんですけど、そこに今日行きたいコートジボワール大使館、それがありますので、あと5キロぐらいです。ここで都会ならではのあるものに気がつきました。バー、クラブ、そういうのを見ると首都って感じやな。当たり前ですけど、やっぱり首都はこの電柱もあってさ、電気がしっかりと整備されてますね。夜も街灯ついてるし、建物もさ、なんか部屋の明かりだったりとか、テレビが普通にある家もちらほら外からも分かる感じ。この言葉の通り、ギニアの大部分では電気が通ってないことが普通でした。そのためお店に行っても常温で保存できるような限られた食料品しか手に入りません。マーケットでさ、飲み物買う時も今までは冷えてないっていうのが当たり前だったんですけど、コナクリはもう冷えてんの当たり前やでっていうのが、値段変わらんからね、ありがたいです。日常の何気ないことに幸せを感じられるようになる。自転車旅が楽しくて今でも続いている理由はまさにこういうところです。なんかね、ビザを取りに行くときはちゃんと長ズボン履きなさいっていう情報を残してる人が普通にいてて、綺麗めな長ズボンにしてきました。そこにね、
コートジボワール大使館があるんですけど、ここにコピー屋さんがありまして、一番安いです。1枚8円ぐらいですかね。メルシー。午後1時30分、コートジボワール大使館にてビザ申請を行います。即日発行はできるのでしょうか。はい、ということで無事にコートジボワールビザ即日で取ることができました。コートジボワールビザです。費用はですね58ユーロなので9000円ぐらいなのかな。はい、E ビザって言われるオンラインで申請するビザもありまして、それとは一応違うビザになります。 E ビザを申請できる人は飛行機でコートジボワールに入国する人のみ。その58ユーロで僕がやった申請方法でビザ手続きを受付してくれる大使館っていうのは結構載ってるんですけど、実際のところギニアの首都コナクリが一番スムーズにやってくれるみたいな感じの現状です。セネガル、ダカールもね今までやってくれてたらしいんですけど、結局もう今はビザを発行してないみたいな情報になってて、ちょっと真意は分からんすけど、多分ねギニアで申請するのが一番無難。結局のところこれが結論です。2023年現在コートジボワールのビザを取るならギニアに来る以外にありません。隣国である他の国マリ、リベリア、ブルキナファソでは住民カードを持っている人でないとビザ申請できないため、ツーリストは門前払いです。そういう情報を集める方法でおすすめなのが iOverlander というアプリで、という話をしていた時、ここでこわもての男がやってきました。 Pourquoi tu as fait filmage? Now I'm talking about the travail. Travaille avec quoi? What are your choses? Huh? Miss Orton? Huh? Ah, okay. Ah, okay. You come from who? From Usa? Japan. I got Cote d'Ivoire visa today. So how I managed to get the visa? Thank you. Thank you. コナクリの警察官は撮影料やら通行料やら何かと理由をつけてお金を要求してきます。これは旅人界隈では有名な話で、そういう情報もiOverlanderに載ってるので、西アフリカを旅する人はぜひ使ってみてください。で、コナクリでやりたいことはですね、次に行く国、実際はコートジボワールの前にシエラレオネっていう国を挟むんですけども、そこの国はアライバルビザで入れるという情報ですので、アライバルビザ分の現金をですね作ってきました。またそれは国境シエラレオネ国境で説明しようかなと思ってますけども、まあギニアフランっていう通貨の弱さといいますか、ガンビアだったりモーリタニアと似てるというかね、 ATM 手数料がバカ高いですよ。もうこういう国の通貨の場合は米ドルとかユーロとかのキャッシュを持ってきて、多めに持ってきてね、現地の闇商人っていうか、まあ現地そこら中にその両替商がいるんで、両替してもらう方が公式レートよりもいいレートになったりします。以上、これが2023年現在のコートジボワールビザの取り方の一部でした。ビザが取れて一安心。今日はちょっと高価なものを食べます。レバ焼きや、めちゃくちゃうめえ。マヨネーズと、なんだろうこれ、お肉のひき肉。ああ、サラダ。ペペ？ああ、僕。すごいなこの具だくさん。いただきます。うまー。うわ、肉肉しい、うまっ。いや、めちゃくちゃ美味しかったわ。でね、今こうやってちょっと顔拭いてたんですよ。えぐいわ。もう真っ黒やんけこれ。
すごいな。こんなに砂飛ぶ？モーリタニアの砂漠の国モーリタニアのあの砂とは全然性質が違う。赤土っぽい感じやな。鉄分多いんかな。なんかバイクパーツもさ、結構なんかそれのせいかしないけど結構錆びてるようにも見える。わからんけど。それではコナクリ離れます。今時間は何時や？5時半ですね。本当宿で1泊したかったんですけど、やっぱりこれもアフリカらしいんですけど、宿代が高い。安くて最安でも30ユーロ4000円ぐらいするっていうのが普通なんで、もうだったらいいわっていう感じでね、今そんなところにお金使ってられないし、この国を離れます。こうしてコートジボワールのビザを無事にゲットしたわけですが、実はここで一つミスをしております。それはリベリアのビザをコナクリで取らなかったことなんですね。リベリアのビザは一つ手前の国シエラレオネの首都フリータウンで取れば$150ですが、コナクリで取れば$100で済むんです。この差額なんと7500円。さらにシエラレオネに行くのであれば絶対にその後リベリアに寄るべきなんです。その理由はリベリア国内の道路が関係していて、モンロビア、リベリアの首都につながる道というのはここからここ、そしてこの道という実質一本道なんです。なのでシエラレオネを旅した後にモンロビアにより、その後この道を通ってコートジボワールに入っていくというのが最も効率よく無駄がない動きになります。さらにその先のガーナのビザも考えると、最も安く早く取得できる場所がリベリアの首都モンロビアなんですね。なのでシエラレオネに行くのであれば首都モンロビアに絶対に寄るべきなんです。しかし実際のところコナクリにいたこの時に米ドル現金が一切なかったのでリベリアビザの申請はできませんでした。さらにこれが最大の理由なんですけど、資金がなくなった状態でアフリカ旅を続けてて、ついに友人からお金を借りてなんとか生き延びていました。それでその返済方法としてイギリスに戻る計画を前々から模索していて、ちょうどその日程が確定したというタイミングだったので、逆算するとリベリアに寄っている時間はないかなという判断でした。実は最終的にはリベリアも旅することになるんですけど、そのいきさつはまた後日お話しするとして、とりあえずこれからこの海沿いを走ってシエラレオネを目指します。こんにちは、朝日です。今ここはギニアの首都コナクリから60キロほど離れた場所になります。すごい騒がしいですけども、これはもうアフリカなのでこういうものですからね。マニーヤっていう地区なのかな。ちょっとお腹めっちゃ空いてるんで、後ろに見えるこのねストリートフードでちょっと腹ごしらえをしたいと思います。ここで皆さんにディミルサギと名付けたぼったくりを紹介します。ドゥミル揚げドーナツ。フランス語の2000はドゥミル、1万はディミルというのですが、この音が本当に紛らわしくて、フランス語に慣れていない観光客はこれでぼったくられます。ディミルドゥミル。こちらはドゥミルと注文してもディミルで伝わったり、値段を聞いてドゥミルだと思ったらディミルだったというケースが何ともありました。この音を聞いてても紛らわしいと思います。特に大きい紙幣しか持っていない時に注意が必要で、2000だと思って1万で支払うとお釣りが返ってこないということになります。せっかくのアフリカ旅、気分を悪くしないためにも値段を確認するときは口頭だけでなく電卓を出すなどして詐欺には注意しましょう。このめちゃめちゃ辛いひき肉のうるせえ1個ドーナツが500プランなので8円ぐらい、4つ買ったので32円です。うまい。
やっとコナクリの大都会謙遜から離れてギニアらしい緑緑としたこういうジャングルみたいなね、そこにポツポツポツという家が並んでる感じの雰囲気に戻ってきました。とは言ってもやっぱり最初の地区、あそこが一番ギニアらしかったのかもしれないですね。原始的な生活っていうのが旅をしてる感じがして楽しかった。シエラレオネまで33キロ、国境まで33キロ。シエラレオネの通貨は現金を作りたいので両替してくれる人を探します。なんかね、ここよりももっと国境に近い町でパマラップっていうところが本当に国境手前の町なんですけど、そこに行ったら両替商いっぱいいるからそっちでやりって言われた。ありがとう。着きました。国境の町、国境の村、パメラップ。お祈りの時間やったんかな。モスクから人がいっぱい出てくる。ついにギニア最後の町に着きました。出国前にギニアフランをシエラレオネの通貨レオンに両替します。シエラレオネはアライバルビザで入国できるのですが、レオン払いでも受付してくれるというので、米ドルやユーロの現金は持っていない状況にとってこれはとてもありがたいのです。Want to buy Leon? Yeah, please. Lemon. No, Leon. Leon. Cobre Leon. Want to change? We have a change. Yes. Okay, wait a minute. Okay. Look at the man over there. Gray! Money. T シャツにマネって書いてあるやん。はい。 How are you, boss? Good. Thank you. I want to know late. Okay. ここでシエラレオネの通貨レオンについて解説します。2022年にデノミネーションと呼ばれる通貨単位変更の実施が行われました。新紙幣が発行され、従来の1000レオンなら1レオンとなりましたが、そこに旧紙幣も流通しており、慣れるまで紛らわしいです。I want to get 1 million. 1 million. Okay, no problem. 1 million means 1,000 leon. Yeah, Right? 1,000. Yeah. 1,000. Yeah, 1 million. 1,000 leon. ちなみに最近のデノミネーションでいうと、西アフリカでモーリタニアも実施していました。しかしあそこの1桁カットはひどいもので、10倍の金額差に気づけない観光客が多く、巷ではぼったくりで溢れていました。シエラレオネのように3桁カットともなれば1000倍の違いが出るので、旅をする上でそこまで悪影響になることはありませんでした。 Thank you. Thank you. Have a good day. はい。とりあえずですね、入国するときにアライバルビザとして、今の呼び方で言うと800レオン必要ということで、だいたい今6000円ぐらいですかね。そうそう。もしくは米ドルとかでもいけるらしいんですけど、それはなんか80ドル、ユーロだったら80ユーロ、全然もう金額違うんですけども、とりあえずその現地通貨レオンで払うのが一番安く済むということで、今からシエラレオネ入国手続きに入っていくんですけど、まずは出国審査があるのかな。時間は4時です。日付は7月7日、七夕やん。ということで今日も動画を見ていただいてありがとうございました。過酷だけど楽しい西アフリカの雰囲気、少しでも伝わっていれば嬉しいです。よかったらコメント、感想も残していってください。次回はシエラレオネ編。久しぶりに英語が通じる国で少し安心感が出ます。チャンネル登録して応援よろしくお願いします。ではまた。さようなら。